皆さん、こんにちは。日本語教師のとしきです。今日は牛丼チェーンで初めて注文する時の会話を聞きます。店の外でメニューを確認するところから、券売機で食券を買うところ、カウンターで食べるところ、持ち帰りを頼むところまで聞いていきます。今日の学習表現は3つです。1つ目は、んです。2つ目は、いいですか？ 3 つ目は、なければいけません。詳しい使い方は最後の確認問題で説明します。まずはレオンがどんな場面でその言葉を使っているのかを聞いてみましょう。それではリスニングに挑戦しましょレオン、今日のお昼、牛丼にしない？いいね。でも、日本で牛丼屋さんに入るのは初めてなんだ。大丈夫だよ。まず、入り口のメニューと案内を見てみよう。入り口に大きなメニューがあるね。写真があるから、料理のイメージがわかりやすいね。写真を見ると、ご飯の上に牛肉と玉ねぎが乗っているね。そう、甘辛いタレで煮た牛肉と玉ねぎをご飯に乗せた料理だよ。おいしそう。サイズもいくつかあるんだね。この店は、小盛り、並盛り、大盛りがあるみたい。並盛りは普通くらいのサイズ？量がわからないなら、まずは並盛りにしてみるといいと思うよ。じゃあ、今日は並盛りにしてみる。もしわからなくなったら、店員さんに、このお店は初めてなんですって言ってもいい？そう言ってから聞けば、店員さんも案内しやすいと思うよ。わかった。困ったら短く聞いてみるね。じゃあ入ろう。あ、入り口のすぐ近くに機械がある。あれは券売機だよ。この店では先に食券を買わなきゃいけないの？この店は先に買わなきゃいけないみたい。入り口の案内にも、食券を先にお買い求めくださいって書いてあるよ。なるほど。最初にどこを押せばいい？まず、店内で食べるか、持ち帰りにするかを選ぶみたい。今日は店内で食べたい。じゃあ、店内のボタンを押せばいいよ。これだね。それ。次はメニューがたくさん出てきた。何を選べばいい？牛丼の写真を押してみて。押したよ。次はサイズを選ばなきゃいけないんだね。そうみたい。並盛りはどれ？真ん中に並盛りと書いてあるボタンがあるよ。あった。漢字が少し難しいんだ。わかるよ。写真や値段も一緒に見ると選びやすいよ。次はセットの画面だ。セットにしなきゃいけないの？牛丼だけでよければ単品を選べばいいよ。じゃあ、今日は単品にする。支払い方法がいくつかあるね。交通系 IC カードで払いたいんだけど、どこを押せばいいかわからない。画面の表示が少しわかりにくいね。店員さんに聞いてみよう。うん。すみません。はい。この券売機を使うのは初めてなんです。交通系 IC カードで払いたいんですが、どこを押せばいいですか？こちらの交通系 IC を押してください。その後、カードを読み取り部分にタッチしてください。わかりました。ありがとうございます。まず、交通系 IC を押すんだね。そうだね。次に、カードをここにタッチすればいい？あ、音がした。支払いができたみたい。
画面にお支払いが完了しましたと出ているよ。よかった。あ、下から食券が出てきた。忘れずに取ってね。うん。この食券はどこに出せばいいですか？空いているお席へどうぞ。食券はお席でお預かりします。わかりました。ありがとうございます。空いているカウンター席に座ればいいんだね。うん。この2つの席が空いているよ。じゃあ、ここに座ろう。いらっしゃいませ。食券をお預かりします。はい、お願いします。牛丼の並盛り、単品ですね。はい、少々お待ちください。ありがとうございます。今のお預かりしますは、食券を受け取るという意味？そうだよ。お店でよく聞く丁寧な言い方だね。聞き取れるようになりたいんだ。何度か聞けば少しずつ慣れるよ。あれ？お水が見当たらない。自分で取りに行かなきゃいけないのかな。この店はセルフサービスかもしれないね。店員さんに聞いてみる。すみません。はい。お水はどこで取ればいいですか？お水酢はあちらです。セルフサービスでお願いします。わかりました。ありがとうございます。ゆい、コップを取ってここで水を入れればいいんだね。うん、そうだよ。席に戻ろう。お待たせしました。牛丼の並盛りです。ありがとうございます。ありがとうございます。わあ、早いね。うん。この赤いものは何？紅生姜だよ。好きなら少し乗せて食べるといいよ。乗せた方がいいの？好みでいいよ。乗せなくても大丈夫。辛いものが苦手なんだ。それなら最初はほんの少しだけ試すといいね。じゃあ、少しだけ乗せる。いただきます。いただきます。おいしい。少し甘くて、少ししょっぱくて、おいしいね。ご飯と一緒に食べると美味しいよね。箸とスプーンがあるけど、どっちを使えばいい？使いやすい方を使えばいいよ。日本では牛丼も箸で食べなきゃいけないの？そんなことはないよ。スプーンが置いてあるならスプーンを使って大丈夫。安心した。でも、箸も練習したいんだ。じゃあ途中から箸に変えてみればいいよ。やってみる。あ、肉が落ちそう。ゆっくり持てば大丈夫。できた。上手だね。一人で来ている人も多いね。カウンター席があるから一人でも入りやすいんだと思うよ。旅行中に一人で食べるときにも便利そう。そうだね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。食べ終わったけど、トレイはどうすればいい？返却口があるか店内を見てみよう。見当たらないね。わからないときは店員さんに聞けばいいよ。すみません。はい。食べ終わったらトレイは返さなければいけませんか？そのままで結構です。こちらで片付けます。わかりました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ゆい、さっきは不安だったけど、今は少し自信がついたよ。よかった。一人でも入れそう？多分入れると思う。でも、券売機の画面が違ったらまた迷いそうなんだ。
画面は店によって違うことがあるからね。そんな時は店員さんにすぐ相談すればいいよ。例えば？サイズを間違えた時はどう言う？すみません。サイズを間違えたんです。どうすればいいですか？うん、とても自然。支払いの前なら戻るボタンを押せばいいことが多いよ。もう支払いが終わっていたらすぐ店員さんに相談しよう。食券をどこに出すかわからないときは？レオンならなんて聞く？この食券はどこに出せばいいですか？完璧。番号を聞き取れなかったときは？慌てずに言えば大丈夫だよ。すみません。番号を聞き取れなかったんです。もう一度お願いします。それで大丈夫。食券や番号の紙を見せるとさらに伝わりやすいよ。持ち帰りにしたかったのに、店内を押してしまったときは？すみません。持ち帰りにしたいんです。どうすればいいですか？と言えばいいよ。この言い方なら、店員さんも状況がわかりやすそうだね。うん。困った時は短く落ち着いて言えば大丈夫だよ。よし。明日は一人で牛丼屋さんに行ってみたいんだ。いいね。わからないことがあったら落ち着いて聞けば大丈夫だよ。次の日、僕は一人で駅前の牛丼屋さんに来ました。昨日ゆいと練習したので、今日は一人で入ってみます。まず、入り口の案内を見ます。店内、持ち帰り、食券。昨日覚えた言葉が並んでいます。でも、券売機の画面は少し違うんです。焦らずに見れば大丈夫です。まず、店内を押します。次に、牛丼を選びます。今日は小盛りにします。昨日は並盛りでお腹がいっぱいになったんです。次は、支払い方法を選ばなければいけません。交通系 IC で払いたいんですが、ボタンが見つかりません。店員さんに聞きます。すみません。はい。交通系 IC で払いたいんです。どこを押せばいいですか？こちらの IC を押してください。ありがとうございます。その後、カードを読み取り部分にタッチしてください。わかりました。これでいいですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。食券が出ました。昨日より落ち着いてできました。どの席に座ればいいですか？空いているカウンター席へどうぞ。ありがとうございます。カウンター席に座ります。食券はここに置けばいいですか？はい、お預かりします。お願いします。牛丼の小盛りですね。はい。少々お待ちください。はい。一人でも注文できました。でも、まだ少し緊張しています。お水はセルフサービスですと書いてあります。自分で取りに行かなければいけません。コップを取って水を入れます。そして、席に戻ります。お待たせしました。牛丼の小盛りです。ありがとうございます。今日はこの量でちょうど良さそうです。紅生姜は少しだけにします。辛いものが苦手なんだ。調味料は好みで使えばいいんですね。いただきます。美味しいです。一人で注文できたので少し自信がつきました。ごちそうさまでした。この店には返却口があります。食器はこちらへと書いてあります。この店では食べ終わったらトレイを返さなければいけません。トレイごと返却口に置けばいいですね。
店員さんに挨拶します。ごちそうさまでした。ありがとうございました。店を出ました。一人で最後までできました。ゆい、一人で牛丼屋さんに入って注文できたよ。すごいじゃん。どうだった？券売機の画面が昨日と違って少し迷ったんだ。でも店員さんに聞けたよ。なんて聞いたの？交通系 IC で払いたいんです。どこを押せばいいですかって聞いた。完璧だよ。お水はセルフサービスだった。案内を見てわかった？うん。自分で取りに行かなければいけなかった。いい経験になったね。小盛りにしたから量もちょうどよかったよ。昨日の経験が役に立ったね。うん。次は持ち帰りにも一人で挑戦してみたいんだ。いいね。持ち帰りもわからなければ店員さんに聞けば大丈夫だよ。その日の夕方、僕は持ち帰りにも挑戦しました。ホテルで食べたいんです。入り口でお持ち帰りという表示を探します。ありました。券売機の最初の画面でお持ち帰りを選びます。牛丼の小盛りを選びます。支払いをします。番号が書かれた紙が出てきました。番号を呼ばれるまでここで待たなければいけません。23番のお客様。あ、僕の番号です。はい、23番です。はい、お待たせしました。こちら、牛丼の小盛りです。ありがとうございます。お箸は入っていますか？はい、入っております。すみません。袋もお願いできますか？はい、袋は有料ですが、よろしいですか？はい、お願いします。こちらにお入れします。温かいので、お気をつけてお持ちください。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。店を出ました。袋を傾けないように持ちます。なるべく早くホテルに戻って食べた方が良さそうです。ホテルに着きました。机の上を片付けてから牛丼を出します。お箸も入っています。いただきます。持ち帰りでも美味しいです。食べ終わったので容器を捨てます。捨てる前にホテルのゴミの分け方を確認しなければいけません。わからなければホテルのスタッフに聞けばいいです。昨日の持ち帰りはどうだった？できたよ。でも番号を聞き取るのが少し難しかったんだ。番号は早く言われることがあるよね。もし聞き取れなかったら何と言えばいい？すみません。番号を聞き取れなかったんです。もう一度お願いします。で大丈夫。番号の紙を見せてもいい？もちろん。番号の紙を見せて、この番号はもう呼ばれましたか？と聞いてもいいよ。お箸が入っているか心配な時は？お箸は入っていますか？と聞けばいいよ。袋が必要な時は？袋をお願いします。で大丈夫。袋が有料のこともあるから、必要かどうか聞かれたら、お願いしますか、大丈夫ですって答えればいいよ。どのメニューでも持ち帰りにできるの？店によって違うよ。一部のメニューは持ち帰りにできないこともあるから、お持ち帰りの画面や案内を見ればいいよ。わかった。最初に店内を押した後で持ち帰りに変えたくなったら？そのまま進めずに、店員さんに相談した方がいいね。
すみません。持ち帰りにしたいんです。どうすればいいですか？うん、とても自然。これなら、持ち帰りの時も落ち着いて言えそう。うん、わからないまま進めるより、すぐ聞いた方が安心だよ。店のルールがわからない時も、店員さんに確認すれば大丈夫だよ。例えば、先に食券を買わなければいけませんか？だね。そう、トレイは返さなければいけませんか？もう使える。バッチリ。それでは確認問題に挑戦しましょう。ここから今日の学習表現を詳しく確認します。今日の学習表現は、んです。いいですか？なければいけませんの3つでした。問題は3問です。英訳を選ぶ問題、空欄に入る言葉を選ぶ問題、使う場面を選ぶ問題で確認します。第1問です。英訳を選ぶ問題です。先に食券を買わなければいけませんは、英語でどの意味に近いですか？答えは A です。ここでは、なければいけませんを確認します。形を見ましょう。動詞の内形からないを取って、なければいけませんをつけます。買うは買わない。ないを取ると、買わ。そこになければいけませんをつけて、買わなければいけませんになります。意味は、する必要があります。しなければなりませんです。英語では must や have to に近い意味です。使う場面はルールや必要なことを言うときです。お店では先に食券を買わなければいけません。トレイを返さなければいけませんのように使えます。わからないときは質問にします。先に食券を買わなければいけませんか？トレイは返さなければいけませんか？このように聞くとお店のルールを丁寧に確認できます。友達との会話では買わなきゃいけない、返さなきゃいけないのように短く言うことも多いです。第2問です。空欄に入る言葉を選ぶ問題です。券売機の前で押すボタンがわかりません。すみません。どこをいいですか？空欄には何が入りますか？答えは A です。正しい文はすみません。どこを押せばいいですか？です。ここでは、いいですかを確認しています。形を見ましょう。動詞の形にいいですかをつけます。押すは押せば、選ぶは選べば、座るは座れば、食べるは食べれば、するはすればです。意味は何をしたらいいですか？どうしたらいいですか？です。使う場面は方法や次にすることを聞きたいときです。会話ではどこを押せばいいですか？お水はどこで取ればいいですか？この食券はどこに出せばいいですか？が出てきました。店員さんには最後までですかをつけて丁寧に言いましょう。友達にはどこを押せばいい？何を選べばいい？のように短く言うこともできます。第3問です。使う場面を選ぶ問題です。このお店は初めてなんですはどんな時に使うと自然ですか？答えは A です。ここではんですを確認しています。形を見ましょう。動詞や形容詞には普通形にんですをつけます。
例えば、払いたいんです。聞き取れなかったんです。美味しいんです。です。名詞やな形容詞には、なんですを使います。例えば、初めてなんです。心配なんです。苦手なんです。です。意味は、理由や今の状況を相手にわかりやすく伝えることです。わかりませんだけでも通じますが、初めてなんですというと、どうして困っているのかが伝わります。使う場面は理由を説明してからお願いや質問をしたい時です。例えば、この券売機を使うのは初めてなんです。どこを押せばいいですか？と言えます。質問を続けるときは、んですが、も自然です。交通系 IC で払いたいんですが、どこを押せばいいですか？のように使えます。友達との会話では、初めてなんだ、苦手なんだ、のように砕けた言い方も使えます。今日の3つの表現をもう一度言ってみましょう。このお店は初めてなんです。どこを押せばいいですか？先に食券を買わなければいけませんか？この3つを覚えておくと、初めてのお店でも落ち着いて聞きやすくなります。今日は牛丼チェーンで初めて注文する時の会話を練習しました。まず店の外や入り口で店内か持ち帰りか券売機があるかを確認します。券売機ではメニュー、サイズ、支払い方法を選びます。わからないときは今日の会話のように短く状況を説明してから質問しましょう。お店によって注文の方法、支払いの方法、持ち帰りできるメニュー、店内のルールは少しずつ違います。わからないときは店内を見るか店員さんに聞けば大丈夫です。コメント欄で今日の3つの表現を使って文を作ってみてください。この動画が役に立ったらチャンネル登録と高評価もお願いします。今日も一緒に勉強してくれてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。